I'm not one to complain, and usually I just suck it up. But at this Barbie Dream Fest, it said it opened at 9. We weren't let in till 9:45, and vendors were still arriving and setting up shop. Once we finally got in, it was very underwhelming. The space was huge, and there was just so much emptiness. Y'all, what? But let's do it for the kids. This was their Barbie dream house, a cardboard standing box with a VW wagon. Y'all, we came to this because it was so hyped online. It was, a bunch of vendors. They made it seem like there was so much to do. This is a huge space, okay, at the Broward Convention Center. It is empty. Empty, okay? 通勤通学習の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、バービードリームフェスからの話題になります。先日アメリカフロリダ州でバービー公式のファンイベントが開催されました。これはバービーの世界を体験できるイベントとして打ち出されていたんですが、実際ですね、これが開催されてみますと、その内容があまりにもひどい、とんでもなくお粗末だということで、これがね、大炎上しました。現在はですね、返金騒動にまで発展しているということで、本日はね、これがどれだけひどいものだったのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ね、皆さん、チャンネル登録お願いしますね。ということで本題ですがね、こちら見えております。今回ですね、アメリカフロリダ州でバービーの世界を体験できるファンイベント、バービードリームフェスが開催されました。チケット代もね、なかなかのものとなっているんですが、このイベントはですね、まさにこのバービーの世界に入り込むことができる、このバービーファンのためのイベントとなっておりまして、様々なセレブなんかもね、ゲストとして招かれていたんですね。なんですが、実際ね、ファンたちがここに行ってみると、信じられないような光景が広がっていたというんです。ファンがフロリダで開催されたバービードリームフェスのコンベンションを胸が張り裂けるような大失敗だとして痛烈に批判、カードボードカットアウトだったと指摘している。ということで早速ですが、こちらですね、カードボードカットアウト、こちらが本日のキーワードになります。Cardboard cutout。特定の形に切り抜かれた厚紙、特にその人物の大きな写真が貼られた人型のものということで、こちらね、カードボードカットアウトというのは、これ直訳いたしますと段ボールの切り抜きという意味です。そしてですね、これはね、文脈次第になるんですが、基本的にね、これ等身大パネルのことです。ここにはね、特に等身大というような英単語入っていないんですが、これで等身大パネルという形で使われます。で、今回の場合はですね、どちらかというと直訳に近いニュアンスですね。つまり段ボールの切り抜き、ここから転じまして見せかけだけのハリボテという意味になります。ということで、こちらはファンがフロリダで開催されたバービードリームフェスのコンベンションを胸が張り裂けるような大失敗だとして痛烈に批判、段ボールのハリボテ体験だったと指摘している。このイベントはテニススターのセレナ・ウィリアムズの出演を含み、そしてここです、最大502.5ドルに達するチケットも用意されていたが、フロリダ州のコンベンションセンターで金曜日に開幕すると、来場者たちはすぐに SNS で反応を共有し始めた。グッドモーニングアメリカは、これテレビ番組ですね、この3日間のイベントの映像をまとめて紹介。その中にはバービーの象徴的な B のロゴを膨らませたオブジェが会場でしぼんでいく様子も含まれていた。ということでね、こちらがそのね、バービードリームフェスの公式サイトになるんですが、このイベントはね、一体何なのか。これはアメリカのフロリダ州のコンベンションセンターで3月27日から29日まで開催されましたバービー公式のファンイベントでした。ただね、ライセンスはマテル社なんですが、主催は違いまして、ミスチーフマネジメント、ここが主催していたんですね。で、一応ね、打ち出しとしてはバービーの世界を体験するイベントとこのように言われておりまして、ドリームハウスが体験できるとか、フォトスポットがありますよ、セレブたちが集まりますよ、そしてファンとの交流ができますよ、こういったイベントになるはずでした。で、まずね、ここで大きなポイントとなるのはチケット代ですね。これがですね、なかなかのものでした。イベントのね、基本となりますワンデーパスですね。これが大人72ドル、子供が33ドル。これは日本円で大人11,500円、子供がね5,200円くらいですね。これね、子供で5,000円以上しますから、なかなかのインパクトでしょ。親的にはそれなりの出費ですよね。なんですが、これがですね、一番下のパスです。で、この上にですね、この3日間のフリーパスと、様々な特典がついた、こういったチケットというのがあるんですが、これがね、250ドル。日本円でこれね、4万円です。でね、さらにこの上があるんですよ。先ほど出ましたね。このチケットの最高額、502.5 ドルとありました。これは日本円で約8万円です。インパクトありますね。つまりもう特典ね、全部欲しい。ここに来るセレブみんなに会いたい。そして3日間フルで楽しみたい。こういったガチ勢は8万円を払っていたわけですよ。
じゃあこのイベント事前にね、どのように広告されていたのか。この方がね、インスタからのその写真というのをアップしてくれてるんですが、これだったんですね。ほら、こんな感じ。つまりこのようにして、バービーの世界に入り込めますよ。こういった打ち出しだったんですね。そしてね、ガチ勢が8万円を払い、当日、この会場に行きました。するとですね、実際の会場は、これだったというんですよ。信じられますか？これがね、バービーの世界に入り込み、体験することができる、バービードリームフェスだったというんです。で、これね、ローラースケートやってるでしょ？これね、つまりイメージ図ですよ。ローラースケートやってます。これね、実際あるんですよ。会場ではどうなっていたのか。それがね、これだったと。わかります？ここにね、柵が置いてあるだけですよ。これ、田舎の商業施設で週末にやってますよね、こういうの。あれ、そこ行けばね、おそらく無料でできるのに、わざわざこの会場まで行き、何万円も払って、子供たちをここでスケートさせると。両稼働でいいだろっていうね。ちょっとね、会場の全体像見たいでしょ。こんな感じだったんですよ、これ。これです。もうね、本当にコンベンションセンターですよね。もうね、装飾とは一切ないです。この打ちっぱなしのコンベンションセンターに、ポツポツと何かが置いてあると。これが最高額8万円のチケットを売っていたバービーの公式イベントだったというんです。いやー、みんなが想像していたのはね、映画のバービーの世界に入る、そういうことだったんじゃないかなと思うんですが、これは辛いですよ。インタラクティブなバービードリームハウスは、実際には中に入ることすらできませんでした。バービーの家は、段ボールのハリボテの家でした。マテルやバービーは、誰もが信頼している大きなブランドだっただけに、今回のコンベンションは、本当に胸が張り裂けそうな体験でした。じゃあね、皆さん、バービーの家、見ちゃいますか？ドリームハウス、見ちゃいますか？大丈夫ですか？怖くなってないですか？行きますよ。こちらです。はい。これだったんですね。これね、ハリボテだったんですよ。入れない。このね、1枚のこれ何ですか？厚紙ですか？これが置いてあって、これをバービーの家だと、このように主張していたと。で、今ここにね、バービーの B があるでしょ。これがですね、また悲しくって、おそらくまだね、この時は良かったんでしょうね。ここ見てください。これね、実際行った方が動画で撮影したんですね。これ、B ね、空気抜けてます。意味わからないでしょ。このね、ロゴの中に入っている空気すら抜けてるんです。どういうことでしょうか？で、ちなみにね、先ほど冒頭から見ております。こちらのね、バービードリームフェスの公式サイトですよ。これね、これだけなんです。メールアドレスがここに書いてあって、この下にね、各種 SNS へのリンクが貼ってあるだけです。これが公式サイトなんですよ。何の情報もないんです。ひどいでしょ。これにより、このイベントに行ったファンたちが、なんだこれはと、驚愕したわけですね。そしてこれは大炎上することになりました。来場者の一人、アレクサンドリア・ドゥーガンさんは、メイへの少し早い誕生日プレゼントとして、チケットを購入したという、悲しいですね。メイへの誕生日プレゼントだったと。このイベントは妹から聞きました。マーケティングや SNS のページを見て行こうと誘われたんです。チケットは大人1人70ドル、子供が30ドルで、駐車場代が20ドル、合計で190ドル支払いました。つまりトータル3万円ぐらいですね。この方まだよくって、遠方から来た方はね、これプラスホテルということで、相当な高額をやっぱり払ったようですね。ドゥーガンさんはこの体験は、ほとんど最初から期待外れだったと語る。会場時間頃に入り口へ向かうと、会場はガラガラで、音楽も流れていませんでした。さらに来場者は到着してからほぼ1時間近く経つまで中に入ることすらできませんでした。ということでこのイベントね、そもそもオープン時間が大幅に遅れ、その遅れた時間から入ったにもかかわらず、中はまだ準備中だったそうです。もう本当にね、何から何までめちゃくちゃだったんですよ、このイベント。そしてガラーンとした空間で、ポツポツとね、何かしらが置いてあり、音楽すらかかっていないと。で、実際ね、ここ行かれた方のね、動画を見ますと、すごいね、広い空間で撮影してるでしょ？ゴーっていうホワイトノイズ。わかります？だだっ広い、打ちっぱなしの空間でね、鳴り響くゴーって音。これが聞こえているというね。皆さん、これがバービードリームフェスでした。で、さらにね、このイベントのやばさ、これだけじゃなかったんですね。さらに彼女は入場料に何が含まれているのか分かりづらく、多くのアクティビティに追加料金が必要だった点について混乱があったと語った。ということで、なんとですね、このイベント、先ほどね、チケット代の説明しましたが、あれにはですね、ほとんどね、何も含まれていなくって、この中のね、いろんなものを利用するのに、追加料金が必要だったというんですね。なので、来場者はいちいちね、何かを利用するために、これお金が必要なんですかと聞かなければいけなかったと。このイベントは最悪だ。とあるユーザーはレディットに書き込んだ。等身大のバービードリームハウスっていうのは、
偽物の芝生の上にピクニックテーブルを置いただけの安っぽい背景だった。また、20から30代の若い女性たちが SNS でイベントを宣伝していた一方で、実際の現地の多くの体験は身長制限があり、8歳までの子供しか利用することができなかったと指摘している。会場はガラガラで、出店はせいぜい14点ほど。全年齢向けに楽しめるものはほとんどありませんでした。ということで、これね、ほんと大炎上したんですね。で、これを受けまして、この主催会社、返金に踏み切りました。フロリダで開催されたバービードリームフェス、ファンからの苦情を受けて返金対応へ。現在私たちはミスチーフマネジメントと協力し、来場者からのフィードバック対応とチケットを購入された全ての方への全額返金を進めています。全てのファンに素晴らしい体験を提供したいと考えています。一方、ミスチーフマネジメントは BBC への声明で、バービーコミュニティの情熱と関わりに感謝していると述べた。じゃあちゃんとやれよって話ですが、バービーコミュニティありがとうと。バービードリームフェスは、ファン同士の有意義なつながりやインスピレーションを育み、バービーとその世界へのより身近なアクセスを提供することを目的としたファンコンベンションとして企画されました。チケットをご購入いただいた全ての方に全額返金を行います。ここね、めちゃくちゃと言ってますね。まあ、この動画の方がね、本人かわかりませんが、ここのね、キャプションでは、250ドル、つまり約4万円を支払ったと言っています。それでね、これだったってことでしょ。皆さん、4万円払って、これです。どうですか？支払えますか？数ヶ月前からなぜこのイベントの公式写真が出てこないのか疑問に思っていました。バービードリームフェスの広告では、どれもこんな感じに見えたし、マテルだからちゃんとしたものを用意してくれると思っていました。返金の異議申し立てには、この写真を使うつもりです。ここね、実際セリーナ・ウィリアムス来てたんですね、この会場に。セリーナ・ウィリアムズがこのカオスなバービードリームフェスにいたとか、おしっこ漏れそうなんだけどということで、どうですか皆さん、これ貴重ですよ。セリーナ・ウィリアムズが商業施設のね、子供向けのイベントに来ていたと、3日間の華やかさとエンターテインメントを約束されていたにもかかわらず、段ボールが並ぶ灰色の倉庫に迎えられた。このイベントは、あらゆる年齢のバービーファン向けの大規模な祝祭と宣伝されていたが、実際にはピンクのテントや簡素なフォトスポット、そして参加に制限のあるアクティビティばかりで、多くは8歳以下の子供限定だった。ね、これ一応全年齢向けのイベントとして宣伝されていたんですね。ひどい話でしょ。で、おそらくね、返金に踏み切ったのはこれじゃないかと思うんですよね。弁護士がマテルとこのバービードリームフェスを開催した詐欺まがいの会社に対して集団訴訟を起こすべきだ。人々は多額の金を払ったのに手に入ったのは失望だけだ。ひどすぎる。左の写真が広告されていたもの、右が実際に提供されたものだ。ということで、これマジでね、集団訴訟あるなと判断したんじゃないんですかね。だってこれ全額返金ですよ。そして広告で使われていたのがこれで、実際はこれだったと。こういうことなんですね。もうお前は何グリアだって話ですが。沖縄方面にありましたね、似たようなところ。いや、でもこれならね、ジャングリアって言っちゃった。ジャングリアの方が、まだマシでしょ。CG の写真も大概だと思いますが、ここまでじゃなかったですもんね。いや、これはね、本当に、ひどい。これですから。ということで、このマテル社と実際の運営会社ですね、今回この炎上を受けまして、全額返金に踏み切るということになったようです。はい、ということで本日はですね、バービーの世界を体感することのできる夢のバービードリームフェスが開催されまして、このあまりの広さにイベントが大炎上。マテルと運営会社が全額返金に踏み切ったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？これでも、どういう経緯でこうなったのかは知りたくないですか？何かがきっとあったんでしょうね。そもそも企画していた人がどっか逃げちゃったとか。もうね、そのぐらいないと説明つきませんよ。これね、今回全額返金ということになりましたが、それでもね、行った方の中にはやっぱり、遠方からね、行かれたという方も多くって、これをね、返金されたからといって、全額返ってくるわけじゃないんですね。アメリカなんて広いですからね、例えば西海岸からフロリダに行こうものなら、飛行機ですからね。ほんとね、ひどい話だなと思いましたね。だから本来であれば、ここに行くっていうことは、ガチのファンでしょ。ガチ勢じゃないですか。なので、例えばね、限定のバービーを後からプレゼントするとか、もうちょっとね、踏み込んだ何かがないと、行った人はね、正直納得しないんじゃないかなっていう気はするんですが、皆さんはどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。